お願いいたします。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。声優の山口勝平です。よろしくお願いしまお願いしす。ますやばいです。いや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 うわちょっと今本当にちょっと感無量なんですけど。いやいやよろしくお願いします。うわ楽しみにしてまいりました。嬉しい、ありがとうございます。早速なんですがはいタイトルコールをご一緒してもよろしいですか。ご一緒に行きましょう。はい、いきます。はい、伊藤亮の声優一刀両断。ありがとうございます。なんとお読みしたらよろしいでしょう。私もうも勝平で大丈夫ですよ。本当ですか。もうすみません、ファンとしてはもう勝平さんって呼ばせていただいてたんですが、はい。じゃあもう本当にもう今日は勝平さんでよろしいでしょうか。もう全然大丈夫です。すみません、改めて伊藤亮と申します。よろしくお願いいたしまお願いしす。まずは今日ね、もうなんでしょう、思わせるようなお召し物で本当にこう素敵だなというふうに思いますが、はい、ランマ2分の1が完全新作的そうなんですよ。アニメーションで復活おめでとうございます。ありがとうございます。前回のテレビアニメシリーズ放送終了からは32年余り。そうですね、それくらい経ちますね。私が生まれる前、私が今年30になりました。あらららら。伝説のアニメをまた見られるんだと今すごく興奮していますが、いやもう僕らもこれ人生何のご褒美だろうっていうそんなお気持ちで、感じで、はい、やるよとリメイクといいますかね、今回またランマやるよと聞いた時は率直にどのようなお気持ちでしたか。いやまあちょうど時期的にその前にうるせえやつらとかもリメイクされてたんで、なんかいつかランマもリメイクされるんだろうなとは思ってたんですけど、でも結構思ったよりも早かったなっていう。で意外に思ったよりも早くリメイク来たなと思って、なんかなんていうんですかね、期待なんか3分の2、なんか諦め3分の1ぐらいの感じでなんか待ってましたけれどもね。そうですか。そんな中で来たぞとなった時に、勝平さんにどういったお声といいますか。最初に、前のメンバーにボイステストっていう形でオーディションみたいな形で一応そのボイステストを受けてくれというお話がありまして、で久しぶりにその時に久しぶりにみんなで集まって掛け合いでやらせてもらって。そうだったんですか。個人個人じゃなくて掛け合いでやらせてもらって、でもうそれが実はかれこれ一昨年の暮れぐらいだったんですよ。で去年の1月頭ぐらいにこのメンバーで行きますっていう報告いただいて、で、そこから、9月ぐらいから収録が始まったんで、ずっと、内緒にする日々が続くんですけど。ずいぶん長かったですね。長かったですね。でもやっぱ嬉しかったですね。単純にもうすごくまたなんか、やっぱり自分にとってみてもデビューの名前のある役は初めてだったんで、ランマがやっぱなんか人には渡したくないっていうのはなんかどっかであったんで、なんかほっとしたっていうよりも本当にすごく嬉しかったなっていう感じでしたね。日高さん、そして林原さんと本当に主要キャストが続投するというのはファンも嬉しい気持ちでいっぱいだったと思いますが、勝平さんはいかがでしたか。いやもうのんこさんとか、林原めぐちゃんとかもう他の作品でもずっと一緒にはやってますけれども、やっぱなんかランマっていう作品ってそれぞれにとってみてもやっぱちょっと一つ違うところにある作品だったんだなっていうのを改めて感じたっていうか、なのでなんですかね、だからちょうどその前のをやってる頃っていうのはみんなまだ若手な感じだったんですけれども、なんかそこからそれぞれがいろんなところで経験を積んで、でまたこの「ランマ」っていう作品でなんか一つに集まってアフレコできるっていう、なんか本当になんか自分たちにとってもすごい奇跡のような、時間っていうか、なんか奇跡のような体験をさせてもらってるなっていう、感じですね。記者会見で林原さんが勝平がやらなければ私もやらないなんていうねことをおっしゃっていましたけれども、それで聞いた時はどうでしたか。そうですね、夜突然電話がかかってきて、珍しくでいきなりやるのって言ってだからああやるやるっていうボイステスト受けるよっていうからじゃあやるみたいな、なので結構そうですね、だからメンバーの人たちとはボイステストの前はちょっと連絡取り合ったりとかして、なんか
なんかそういう意味ではだからなんか今回はこう個人戦っていうよりもなんかこうなんかもう本当に団体戦みたいな、なんかチーム戦みたいな感じでこう作品に臨めればいいよねみたいな感じの話としながら、はい、ボイステストをみんなでこう受けに行ったっていう。PV ティザーのはい VTR を拝見して、私30年前のランマも、はい、実はもう時代を超えて拝見しているんですけれども、なんでしょう、こんなになんだろう、変わらないって言ったらまた違うかも分かりませんが、こんなにこう違和感なく30年経っていて、キャストがこれ続投しているって本当ファンからしても奇跡だなっていう感じがすごくして、ありがとうございます。いやもうそれでアナウンス部で盛り上がりました。そうですか、嬉しい。いや、やっぱりそのなんかこうすごく変わってったらどうしようっていう心配っていうのはもちろんこうそれぞれの中にはあったんですけれども、でもなんか割とその本当 PV とかが発表された時に割と皆さん違和感なくなんか受け入れてくれたんでよかったなと、こうちょっとそこはほっとはしてるんですけれども。いや、アナウンス部での盛り上がり方がまた声を、ね、同じくこう使う職業としてどうやったらこう何十年もこの艶っぽい新鮮なお声というのを出せるんだろうというのですごく盛り上がったんですよ。いやもう、でも実際問題としてやっぱ過去のランマの前の前作の時って本当に自分もデビューしてすぐだったんで、やっぱりランマをやってる3年の間にやっぱり随分変わってるんですよね。なんか声っていうか発声の仕方とかも変わってて、だからよくこうランマの頃の声が好きでしたとかって言われると、そのランマのどの頃ですかねそのランマの中でもシーズンとか時期があるんですね。どの頃の声ですかみたいななっちゃうんですけれども、でもまあそうですね、でも、なんとなく絵を見たらって感じですかね。だからこう何でもないところでこうじゃあイベントとかでじゃあなんかランマのセリフやってくださいとかってやるよりも、やっぱり実際に今回もそうですけどキャラクターの絵を見ながらでやるとなんか自然となんか戻るっていうか。いやそういうものなんですね。そうですね。ランマは名前があるキャラクター、としてはこうデビュー作、思い入れが強いというお話ありましたけれども、どうでしょうか、30年以上経って再びランマを演じる上で、向き合い方が変わった部分と変わらない部分というのはありますか？そうですね、変わらない部分っていうのは、ランマに対してのこうキャラクターに対してのこう思いとかそういったものは変わらないし、やっぱり新鮮で常にやっぱ新鮮であるようにとは思ってるんですけれども、やっぱり自分自身もさっきも言いましたけど、やっぱ自分自身もこれまでランマをやってから今回のランマやるまでの間にそれこそいろんなところでいろんな経験積ませてもらってるので、なんかやっぱりキャラクターに対しての、アプローチの仕方っていうのは自然と変わってきてると思いますね。だからなんか逆に前よりもすごく自然体で向き合ってられるかなっていう気はしました今回。なんかやっぱり収録しててこう例えばこう格闘ペアスケートの中とかであるいいか茜は俺の言い名付けだってやつとかのそういうなんかこういわゆる決め台詞とか名台詞みたいなものっていうのがやっぱり昔ってやっぱりこれはいいセリフなんだろうとか、なんかこれはこうかっこいいく言わなきゃいけないみたいな、なんかこう力みみたいなのがあったかなって思うのが割となんか今回割とこう流れの中でさらっとこう出てくるから、これっちでいいんだろうなっていう、なんかすごく自然になんか自然体でキャラクターと向き合ってるというか芝居だからそうですね。だからなんか日高さんの茜のセリフに本当にただ素直に返してるだけっていうか、なんか割となんかそこは変わったかなっていうか、変な力みはなくなったかもしれないなっていう。若手の時ほどこのセリフに対してこういろいろ考えすぎてしまってた。そうですね、いろいろそうだったと思います。やっぱりこういう芝居をしようとか、なんか
なんかそういうこととかをすごくやっぱり、もちろんお芝居していく上で考えなきゃいけないんですけれども、もちろん考えるんですけれども、なんかもうそれがスタジオに入っていざアフレコっていうことになると、もう本当にすごくもう脊髄反射のようになんか相手のセリフに対してこう自然に返していくっていうか、なんかそういうスタイルになんか変わってましたね。同じ役を演じることになったからこそ、こう勝平さんの中で感じた部分ですか。それはそうかもしれないです。そうですか。キャリアをこう積み重ねていくことに、そういった自然体で演技するというのが自然に身につかれていたのかもわかりませんね。かもしれないですね。そうですか。いや、今回続投しているね、声優の皆さんもちろんいらっしゃいますけれども、一方でこう新しく加わったキャストの皆さんもいらっしゃるじゃないですか。どうでしたか、アフレコの現場雰囲気っていうのはいかがでした？いやでもなんかやっぱりこうね、新しいメンバーの方がやっぱり来る方みんな見てましたっていう世代なんで、なんか、すごくなんか楽しそうにやってくれるのは嬉しいなって思いますし、やっぱりなんか皆さんやっぱ前にやられてたキャストの方をこうすごくリスペクトしてなんかやってくださってるのを見てるので、なんかありがたいですよね。そういうふうにこうなんかその方たちがもしかしたら令和、令和版ランマ2分の1っていうもののこう令和感っていうのはすごくその新しいキャストの皆さんが出してくれてるような気もしますし、でもそこでやっぱり前と変わらないやっぱり高橋留美子先生のいわゆるルーミックワールドと言われるなんかこうドタバタコメディみたいな味っていうものは僕らがどんどん引っ張って引き出してあげるっておこがましいですけれども、なんか僕らがこうそこを引っ張っていければいいなと思いながら、やってます。若い声優さんもね、たくさん出てらっしゃいますけれども、結構こう勝平さんもお話しされたりするんですか？します。でも言っても宮野真守君とかやっぱ普通にこう長かったりするんで、なんで全然普通に来ますけど、でもなんかやっぱちょっとなんか他のスタジオよりも緊張してる感じがします。そうですか。マモさんが、マモ君もだし、あと杉田君とかも、杉田さんもだったりするんで、ちょっと面白いですね。そうですか。で一方で張さんとか高山さんとか他の作品でね勝平さんがご一緒されているようなメンバーも多いじゃないですか。そういった意味ではこう和やかな雰囲気なんだろうなと思いながら、とても和やかです。言ってしまったらじゃないですけど、なんか前のシリーズの時よりもなんかみんななんていうんですかね、こういい感じでなんか大人になったっていうかだからなんか結構スタジオの中もすごい和やかですよ。前も別にそこでこうギスギスしてたわけではないんですけれどもね、前から仲は良かったんですけれども、でも、そうですね、なんか特になんか和やかですね。なんかその雰囲気が、声にも雰囲気にも入ってるんだろうなと思って。そうですね、なんか結構やっぱみんななんか、空いた時間とかずっとスタジオで喋ってて、なんかなかなかテストが始められないから、なんか監督さんとかがそろそろいいですかみたいな。それだけこう仲睦まじいと言いますか。そうですね。雰囲気なんですね。一点すごく気になったことがありまして、勝平さんそもそもその前のそのランマ2分の1ではどのようにこう主演に決まったんでしょうか？僕が19で東京出てきて、ちょっとなんか漠然と役者になりたいなと思って出てきちゃったんですよね。でじゃあ何をして役者かっていうの時にこう、劇団に入ったんですけれども、でその劇団の主催が肝付兼太なんで、前のドラえもんのスネ夫の、で劇団だったんで、その肝付さんの関係もあってやっぱアニメ関係の方とかお客さんで見に来てくださってたんですよ。でそのきっかけでなんか声の仕事をいただいたっていうのが最初声優の仕事をしたきっかけなんですけれども、モブみたいなのを3回ぐらいやって、でオーディションが魔女の宅急便のオーディションが、ありまして、宮崎監督の。で
それが初めて受かったオーディションはそっちなんですよ。はい、魔女の宅急便が先に受かって、ただ魔女の宅急便が収録までに半年ぐらい間があって珍しいんですけどね、なんか随分間が空いてたんで、その間に経験値がないので、なんか他のオーディションも受けなさいっていうことで回していただいたオーディションの中にランマ2分の1があって、だから自分はそうですよね。だから自分がまさかそんな声優とかとしてやっていけるとは、もちろん思ってない頃だったんで、なんか本当にそういう意味ではなんかどんな気持ちで受けたかな。なんか特に力みもなかった分、なんかなんだろう、どういう気持ちだったんだろうな本当に。でもなんか行って、いろんな形でやってたんですよ、オーディション。ランマもともと一人でやる予定だったんで。どっちもですか。はい、そうだったんですか。もう一応その形で行く予定だったので、いろんな形で行くたんびに、だから女ランマの声をまず男と女で女の子みたいな声を出すとか、はい、あとは声は変えないで気持ちを女にするとか、なんかでその中でボイスチェンジャーを使うっていう案もあったりとか、いろいろ何点かあった中で何回かやっていくうちに人数が絞られていって、で最終的には5人ぐらいだったと思うんですけどね、残ってたのが。で結果、男と女は別のキャストでやるっていう形にたどり着いたっていう。すごい経緯ですね。そうですね。はい。必死に魔女の宅急便の間という言い方はあれですけど、そこで実力をつけるためにそうですね、ランマがあった。どうですか、そういうなんでしょう、運命めいたものを感じるんですけど、勝平さんにとってランマ2分の1という作品、そしてランマという役はどんな存在ですか。いや、もうやっぱり自分にとってみて声優山口勝平のもうルーツにあたるキャラクターだと思いますし、作品だと思いますからね。なんかもう多分切っても切り離せないっていうところはあったんじゃないかなとは思いますね。そんな奇跡のようなね、また巡り合わせがあった今回のランマ2分の1ですけれども、どうでしょうか、ファンの皆さんに見どころを教えていただくとしたらどんなところになりますか。そうですね、やっぱなんか改めて僕らも今回やるにあたってルミ子先生の原作とかを読んでみたんですけど、なんか全く色あせてないっていうか、もうなんか逆になんか新しいぐらいの感じもする。今回はそのスタッフさんの皆さんっていうのもすごい丁寧に今回のランマっていうのを作ってくださってるので、僕らもやっぱその原作のパワーみたいなものをやっぱ損なわないように、なんか期待して待ってくださってる皆さんにやっぱりなんか面白かったって言ってもらうのがやっぱり一番嬉しいことですし、やっぱそのために頑張っていきたいなと思ってるので、はい、なんかとにかくなんか楽しんで見てもらえたら嬉しいですよね。はい、もう何も考えずにゲラゲラ笑ってるのが想像できるんですけれども、そうですね、楽しませていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ここまでランマ2分の1について伺ってまいりましたが、ここからは声優山口勝平さんについて少しお話を伺ってまいりたいなと思います。先ほどランマに向かう間で声優になる経緯っていうのを、経歴というのを教えていただきましたが、勝平さんの中で今回のランマはもちろんなんですけれども、何でしょう、転機となったキャラクター、分岐点となったようなキャラクターというのは思い浮かびますか。そうですね、でも結局のところで役の大小にかかわらず、やっぱ何か一つキャラクターを演じさせてもらえるというか、任せていただいている時っていうのは、やっぱキャラクターから何かしらの影響っていうのは受けるので、その大きな分岐にはならなくても細かい分岐は常にしてる気はするんですね。そこの中でも節目になってもちろんランマはありますし、今度はそこから10年経ったところで犬夜叉ってやらせてもらったりした時に同じルミ子先生の作品でメインをやらせてもらうっていうことで、自分が実際問題声優としてどれぐらい
なんかこう、成長したっていうかなんかだろうなっていうのをちょっとこう顧みるっていうかきっかけになったりとかもしましたし、でまた今度はもちろん名探偵コナンの工藤新一君とかっていう役も今までやったことない役を経験させてもらったっていうのはもちろん大きな分岐にはなっていくんですけど、あとそうですね、デスノートの L とか、そうですね、やっぱ今までやったことなかったし絶対自分には来ないと思ってた役だったんで、やっぱそこは、なんかこの間なんかイベントみたいなのに出なきゃいけないのにちょっと台本を、持ってきてほしいっていうんでこうデスノートの台本ちょっと出してきて見てみたらすごい結構自分でもびっくりするぐらい書き込みしてて、だからなんかものすごいあがいてたんだなっていう、なんか確かにLの時はあがいてましたね。いろんなキャラクターもそれぞれのキャラクターが勝平さんにとってこう分岐になっているという中でこう L ではどういうこう台本に何か。いやもうオーディションの時からしてその向こうからのその要求が低い声出ますかっていう。で通常だとこうオーディションで行って自分の思う通りにやってでありがとうございましたになるのでちょっと待ってくださいっていうちょっとお待ちくださいってことでもう一回スタジオ入ってくださいってことでもっと低い声出ますかっていうで自分一番出る低い声でちょっとやってくださいって言われてでもっと低い声出ますかっていうもうとにかく低く低くって言われてで、その状態で受かっちゃったもんですからとにかくその声のレンジをこう狭めていくとやっぱ芝居も同時に狭まっちゃうんですね、表現のなんか幅っていうのも、だからもう本当に声出すのが精一杯みたいな状態でもう本当にマイク使わないと聞こえないだろうぐらいの感じだったんですよ。 L ってもう本当になんか私は L ですぐらいの感じでやってたんで、なんかもうとにかくそこの声をキープしながらその芝居もやらなきゃいけないっていうんでなんか台本にすごいいっぱい書き込んでましたね。なんか以前このコーナーでインタビューさせていただいたバイキンマンの中尾隆聖さんもバイキンマンのオーディションの時に同じようなことをおっしゃってこの声でオーディションを受けちゃったもんだからみたいな話をおっしゃってたのがすごくなんでしょう。でも時々そういうのあるんですよね。そういう声優あるあるなんですか。声優あるあるです。僕だからプリキュアとかで妖精みたいなのとかやった時にたまたまオーディションの時に調子よくて出ちゃったりするんですよね。見てました。でそれで受かっちゃったらやべえ1年これでやんなきゃいけない大事な役でしたもんね。そうですね。お花の妖精ですからね、しかもシリーズの結構序盤のスタートダッシュの方でしたもんね。いやちょっと今急に興奮しました。すいません。いや本当にそれこそ犬夜叉世代でもありますし、本当にこういろんな勝平さん演じるキャラクターに私は心揺さぶられて人生を豊かにしていただいたんですが、こうアフレコをする上で何かこう共通して意識していることというのはありますか。共通して意識していることですか。でもなんですかね、意識してるっていうと変ですけど、なんかかっこよく作らないっていう、なんかこうそれはありますね。その喋り方とかそういうものでかっこよさを出さないっていうか出したくないなっていう、なんか結果かっこよければいいでしょっていう。なるほど。なんかやっぱ男の子だからなんか結果がかっこよければいいんじゃないみたいな、なんかそういう感じではやってますよね。ただ工藤新一君とか怪盗キッドはちょっと例外なんですけどね。あそこはなんかもうかっこいいが大前提にある。いや確かにそうですね。いやでも今工藤新一怪盗キッドというね名前が出ましたけれども、本当にこう同じキャラクターを何年も演じ続けるっていうのは相当こう難しいものがあるんだろうなと感じますが。そうですね。でもでもそこもなんか一時ほどずっとこうもちろん劇場で毎回俺は高校生探偵工藤新一ってやってるじゃないですか、ナレーションあれも毎回撮ってるんですけれども、やっぱ最初の頃っていうのはやっぱりこう同じでなきゃと思いながらなんかできるだけこう同じものをこう再現していかなきゃって思ってたんですけど、なんか自然とそのうちにこう変わっ
っていいんじゃないかなっていうなんか考え方になんか変わってきたのはありますね。やっぱ自分自身もいろんな経験してますし、やっぱ自分自身も年齢を重ねていくので、なんかその都度その都度自分の思ってることをそのキャラクターの方にフィードバックさせていく方がなんか、キャラクターにとっては自然なんじゃないかなっていう気もして、そうですね。なるほど。先ほどね、ランマを演じる上で自然体になったっておっしゃってたのが、もしかしたらそれがずっと継続しているキャラクターは、そういうグラデーションがあったかもわからないですね。ですね。ちょっとどれぐらいのタイミングか、ちょっと25作以上ありますけど、映画ちょっともう一回振り返ってみたいなと思いますが、ありがとうございます。カペイさんというと、私の中ではお子さんも声優をされていて、2024年度の劇場版のコナンでは、そうなんです。私も拝見しました。もう共演されてますね。親子で、いや、おめでとうございます。もう遅ればせながらですが、ありがとうございます。舞台挨拶でも大泉洋さんにめちゃくちゃいじられてましたけど、いかがでした？改めて親子で同じ職業っていうのはすごい。いや、どうでしょうかね。どうなんでしょうね。もう頑張ってほしいなっていうか、応援することしかできないので、結局。もう自分たちがなりたいって思って、もうその道に進んだとしたら、もう本当に応援してあげるくらいのことしかできないので、でもなんか自分たちがその望んでる未来に進んでいければいいなとは心の中では思ってますけれども、でもなんか同じスタジオに入るのちょっとやっぱちょっと照れくさかったりはしますよね。何かアドバイスとかするんですか？いや、特にはしないです。うちとかにいるときに聞いてこられたら答えますけど、でなんか逆になんか自分がやるときよりもドキドキしますね。お子さんのなんか見てると、ちょっとこれは声優あるあるというか、もう声優のお子さんがいらっしゃる声優さんあるあるでかもしれないですよね。なんか嬉しくもあり、恥ずかしくもありというか照れもありっていうか、そんな感じですね。お子さんもそうだと思いますし、本当にカペイさんや、そのカペイさんの下の世代の声優さん含めていろんな声優さんが活躍しているのを見て、今すごく声優人気って高まっていると思うんですね。カペイさんは声優人気の今の現状というのをどのようにご覧になっていますか？いや、なんですかね、それこそ僕らの頃ってやっぱお芝居をなんか一生懸命やってたらなんとかなったっていう時代だったと思うんですけど、逆に今はもういろんな分野の垣根がなくなって、やっぱり声優さんたちもやっぱドラマもあったり、やっぱりコンサートをやったりとか、なんか音楽活動をやったりとか、もういろんな分野で活躍できる分、今の若い子たちっていうのもやっぱいろんなことができないとやっぱ出てこれないっていうのを見てると、やっぱ逆に大変だなって思いながら見てますね。なんか自分だったら今の時代だったら自分はデビューできなかったろうなじゃないけど、なんかそれぐらいやっぱり、なんかみんないろんなことが、できる子たちが多いですよね。でやっぱ皆さんなんか何かしらに一つ秀でてるからずっと残ってきてたり、今の世の中で前に出てきたりするんでしょうし、だからなんか若い方たちとか見てるとなんかなんだろう、この若い方たち見てるっていうか、なんかすごく年寄りじみた言い方になるんですけどなんかいいなっていう、なんかすごくいいなと思いながらなんか眺めてますね。そうですか。さらに若い子たちが今また声優になろうと毎年ね、もう狭き門をくぐって声優の皆さんデビューされてるじゃないですか。今声優って相当人気職、そうですね。僕らがデビューした時とやっぱりいわゆる声優って呼ばれる人たちの数ってやっぱ2桁ぐらい変わってますからね。そうですよね。その狭き門である声優、本当に夢のある職業に向かっている子どもたちも多いでしょうし、また他の分野で夢を追いかけている方々たくさんいらっしゃると思うんですね。いろんなキャリアを積まれたカペイさんだからこそ伝えられる、その若い子たち、夢を追いかける
人たちに向けた何かアドバイスがあるとしたら最後に聞かせていただいてもよろしいですか。そうですね、もちろん声優といってもやっぱり役者の仕事の一つなので、根底にはやっぱり舞台とか、舞台じゃない、根底には芝居っていうものを大事にしてはもらいたいんですけれども、でもなんかこっちの道に進んでいくときにやっぱプラス思考ってすごく大事な気がするんですね。物事を今自分の身の回りで起こっていることすべて自分にとってプラスに作用するために起こってるっていうふうに、例えばオーディションとかだって落ちたらやっぱりそれなりにやっぱりショックはあるんですよ。でもそれをすぐ何でもいいんです、はったり、自分に対してはったりをかますでいいので、なんかもっとこの後に自分はもっと大きな役が来るから今はこの役はやらなくていいっていうなんだみたいな思い込みみたいなもんですけれども、それでとにかく全ての物事が自分に対してプラスで作用してるっていうふうに、考えるようにするっていうのは意外と大切かもしれないなっていう、なんかそうこうしてるうちにやっぱり気持ちもやっぱ強くはなっていきますし、でなんか意外となんかそういうふうに思ってるといいこと起こります。プラス思考だとプラスなことが起こっている。そうですね。なんかいいことたくさん寄ってきてくれるような気もしますし、はい。なのでなんかそうですね。カペさんがご自身の経歴をおっしゃっていた中で役者とは何かでいろいろ模索していた中で今プラス思考が働いて今こういった声優としてお立場があると。そうですね。なんか万事機嫌よくっていう言葉が好きなんですけれども、なんか物事何かしらやるときに結局やらなきゃいけないんだったら全部機嫌よくやった方がやる方も楽しいし周りも楽しいしっていう、なんかその精神なんか持ってる方がいいんじゃないかなっていう気はしますね。これはそうですね、役者声優を目指している方以外にね、夢を持っている方にも響く言葉だなと。何事もプラス思考で、そうですね。なんかやっぱりなんか人がね、なんかムスッとしてる顔よりは笑ってる顔を見る方が楽しくなりますしね。本当そうですね。だからなんかやっぱ笑ってようとは思いますよね。なんか何があっても笑ってようかなっていう。確かになんか変な言い方ですけど。ただ確かにカペさんのイメージ、私ずっとニコニコされているっていう印象なので、それが本当に声にも出て、いろんな役者としての演技にも出ていらっしゃるんだなというのを非常に感じたインタビューでした。ありがとうございます。あっという間すぎてまだ話足りないんですけれども、ちょっとお時間が来てしまいました。貴重なお話の数々ありがとうございました。生2分の1楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。